今日はクリームチーズを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、手作りクリームチーズを作っていきたいと思います。材料もたったの3つだけで作ることができます。このクリームチーズを作った時にホエーというね液体ができるんですけれども、今回はそちらを使った簡単レシピもご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、レモン汁、塩、こちらの3つの材料で作っていきます。牛乳に関しましては今回美味しい牛乳の 900ml のものを使用していきます。種類別と書いてあるんですが、必ず牛乳と書いてあるものを使用してください。成分無調整のものをね使用するようにしてください。続いてレモン汁ですね。こちらは生のレモン汁でも、あとはポッカレモンなどを使っていただいても OK です。そしてあとは塩を使っていきます。この3つの材料でね簡単に作ることができます。生のレモンを使う場合は絞ってから一度こして使うようにしてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずフライパンまたはお鍋を用意してください。この中に牛乳を入れます。はい、そして火にかけます。火加減中火です。このまま沸騰直前まで加熱してください。加熱時間に関しましてはその時の牛乳の温度によって変わってきますので、鍋肌がふつふつするぐらいですね、そのぐらいまで加熱してください。温度で言うとだいたい85度前後ですね。そのぐらいまで加熱してください。火にかけている最中はですね、熱が均一になるように時折このようにかき混ぜながらね加熱してください。それではねこのまま加熱していきます。はい、今ねちょうど鍋肌がふつふつしてきました。そしたら火を止めてください。火を止めたらですね、ここにレモン汁を回しかけます。レモン汁を回しかけたら軽く混ぜましょう。そうするとねだんだんこのように分離していきます。こんな感じです。このぐらい分離してきたら混ぜるのをやめて、そしてこのまま5分間放置してください。はい、5分経ちました。そうするとねこのようにしっかりね分離していきます。この分離して浮き出てるこの白っぽいものですね、こちらがクリームチーズになります。そしてこの時分離してできた水分なんですが、こちらはホエーといってスープに使ったり、あとはドリンクに使ったりお菓子作りにも活用できます。なのでその部分はね後で活用レシピをご紹介していきます。そしたらこのようにね網目の細かいこし器を用意してください。こちらは100円ショップのダイソーさんで購入したものになります。ない場合はチェックしてみてください。どうしてもね網目の洗い物しかない場合は上にキッチンペーパーを敷いてこしてください。それではこちらをねこしていきます。やけどしないようにね注意してください。はい、でこのようにね一度しっかり水分を切ってください。あとはですねこういったゴムベラを使って押さえつけながらね水分を絞っていきます。この時もねこのこし器がちょっと熱いのでやけどだけにはね十分に注意してください。このくらいですね水分が切れれば OK です。そしたらですねちょうどねカポッと置けるぐらいのボウルを下に置いてください。そして上にねキッチンペーパーを敷きます。そしたらですねこの上にお皿とかで OK です。置いてください。そしてこの上にねちょっと重しになるような器を置いてください。そしてこのまま一度30分水切りしましょう。はい、30分経ちました。重しになるものを取り外してください。そしてキッチンペーパーも外します。こんな感じに仕上がってます。ではこちらをボウルに開けます。こんな感じに仕上がってます。今ね重さで言うとだいたいね190から 200g になってます。そしたらですねこちらに塩を加えて押さえつけるようにね混ぜてみてください。こねるイメージですね。そしてひとまとめにしていきます。はい、でだいたいまとまったらあとは仕上げでホイッパーで混ぜていきます。は
はい、これで OK です。このようにね、滑らかになるまで混ぜてみてください。この状態でもね、美味しく召し上がっていただけるんですが、より濃厚にしたい場合は冷蔵庫でね、一晩置いてみてください。そうするとさらに濃厚になります。そしてより滑らかにしたい時なんですが、こちらをですね、ハンドブレンダーなどで一度攪拌してみてください。そうするとね、とても滑らかな仕上がりになります。今回滑らかにしていきたいので、一度攪拌したいと思います。攪拌する時はもう直接ね、先ほどのゴムベラで混ぜる作業は省いて、そのままね、ブレンダーで混ぜていただいて OK です。ブレンダーで混ぜる時はですね、ホエーを大さじ1/2ほど入れてください。そしてこちらをブレンダーで攪拌していきます。ミキサーやフードプロセッサーでも OK です。はい、 OK です。ブレンダーで攪拌するとこのようにね、より滑らかな仕上がりになります。舌触りを滑らかにしたい場合はぜひね、ブレンダーで攪拌してみてください。クリームチーズはこれで完成です。でね、これで完成なんですけれども、これで味見していただいて、結構ね、癖のあるクリームチーズに仕上がってますので、食べにくいなと思ったら、こちら分量外ですがお砂糖をね、少し入れてみてください。だいたい小さじ1/2ぐらいですね。そしてよく混ぜます。こうしていただくと少しね、癖が収まるので食べやすくなると思います。お好みで味は調整してみてください。それでは今からですね、先ほど出たホエーで簡単なスコーンレシピをご紹介していきたいと思います。材料はこちらです。ホットケーキミックス、ホエー、チョコレート、こちらの3つの材料で作っていきます。チョコレートに関しましては、こちらはお好みのチョコレートを使って作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずですね、ボウルにホットケーキミックスを入れて、ここにホエーを加えてください。必ずこちらのホエーは冷ましてから使うようにしてください。それでは回しかけます。そしてこちらをですね、混ぜましょう。このように切るようにね、最初は混ぜてみてください。はい、でこのようにね、粉っぽさがなくなってきたら、生地をこのように押さえつけてひとまとめにしていきます。はい、このようにね、生地をひとまとめにしてください。今の状態はですね、指で触っても指にくっつかないぐらいですね。このぐらいの硬さになります。もしですね、生地が緩い場合は少しホットケーキミックスを足してみてください。そしたらですね、ここにチョコレートを適当に砕いて入れてください。量もね、お好みで調整していただいて OK です。チョコレートを全て加えたら混ぜましょう。はい、これで OK です。そしたらですね、まな板にラップを敷いてください。そして手に少しサラダ油を塗って生地を出します。そして丸く整えてラップの上に出しましょう。少しね、生地がベタつくのでね、必ず手にサラダ油を塗ってください。そしたらね、このように広げます。だいたい厚みが2センチぐらいになるように広げてください。このラップを使ってね、形を整えていただいても OK です。そうしましたら、こちらを6等分に切っていきます。切るときはですね、包丁を水で濡らしていただくと生地がくっつきにくくなります。はい、このように6等分にします。オーブンの天板にオーブンシートまたはクッキングシートを敷いてください。そしてここにスコーンを並べていきます。ちょっと柔らかくなってると思うので、形を整えながらね、乗せてみてください。もしベタつくときは手を濡らすかサラダ油を塗ってみてください。はい、このようにのせます。それではこちらを200度に予熱したオーブンで12分から15分焼いていきます。焼き色を見ながらね、焼き時間は調整してください。もしオーブンがない場合はトースターで同じぐらいの時間焼いてください。表面がね、焦げそうになった時はアルミホイルをかぶせて焼き続けてください。それでは焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。このぐらいですね、いい感じに焼き色がつくまで焼いてみてください。今回はですね、13分焼いてます。これで完成です。はい、これでクリームチーズの完成です。こんな感じに仕上がりました。クリームチーズはこのようにとても滑らかな仕上がりになってます。そしてこちらがですね、ホエーで作った簡単スコーンです。ぜひこちらも合わせて作ってみてください。このようにね、とても滑らかな仕上がりになってます。このようにね、クラッカーやパンにつけて召し上がってみてください。これで完成です。
それでは早速いただきたいと思います。ではこちらクリームチーズはクラッカーにつけていただきたいと思います。こんな感じ。ではいただきます。濃厚です。すっごく美味しいです。そして最後攪拌してさらにお砂糖も加えてるのですごく食べやすい仕上がりになってます。では続いてこちらのスコーンもいただきたいと思います。中がふわっとしてますね。ではいただきます。もうね、スコーンはね、表面がザクザクで中がふわっとしててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のクリームチーズのポイントです。まずクリームチーズに使う牛乳なんですが、必ず種類別のところに牛乳と書いてあるもので無調整のものを使うようにしてください。そして今回ね 900ml の牛乳を使ってるんですが、こちら1リットルで作っていただいても大丈夫です。そしてレモン汁なんですけれども、こちらのレモン汁に関しましては生のレモン汁でもポカレモンなどを使っていただいても OK です。そしてレモン汁がない場合はね、お酢でも代用できます。お酢もですね、穀物酢、米酢とあると思うんですが、それぞれ味わいが少し変わってきますので、お好みのものでやってみてください。お酢を使う場合も分量も作り方も同じで OK です。そして牛乳を加熱する時なんですが、時折混ぜながら沸騰直前まで加熱してください。温度で言うとだいたい85度ぐらいまで温めていただくといいかなと思います。沸騰させてしまうと風味が変わったり、あとはね、タンパク質が壊れてしまいますので、沸騰させないようにだけ注意していただけたらと思います。そして沸騰したら火を止めて、そしてレモン汁を回しかけてください。そして少し混ぜると分離してくるので、分離してきたらそのまま5分ほど置いてください。そうするとね、しっかり分離してくれます。そしてその後こす時なんですけれども、こす時は網目の細かいこし器か、もしくはそういったものがない場合はざるの上にちょっと分厚めのキッチンペーパーを敷いていただいて、そして水気を切ってください。そして水気を切った後なんですけれども、上にキッチンペーパーをかぶせて上に重しを置いてだいたい30分ほど置いてみてください。そうすることできちんとね、水切りすることができます。そして最後の仕上げなんですが、仕上げに塩を加えてしっかり混ぜてください。そうするとね、滑らかになってきます。今回はね、ゴムベラを使ったんですが、より滑らかな仕上がりにしたい場合はハンドブレンダーや、あとはミキサー、フードプロセッサーなどを使って攪拌してみてください。そうすることでとても滑らかになります。ハンドミキサーなどを使う場合はホエイを大さじ1/2ぐらい入れていただくと柔らかくてとても滑らかな仕上がりになります。もったりさせたい場合はこちらは入れなくても大丈夫です。そして出来上がったクリームチーズなんですが、感じ方によっては癖のある仕上がりになりますので、もしそれが気になる場合は砂糖を少し加えてみてください。そうすることでちょっと食べやすくなると思います。こちらはお好みで調整してみてください。そして今回はですね、水切りした時に出たホエイを使って簡単なスコーンレシピもご紹介しました。こちらのホエイに関しましてはフルーツジュースや野菜ジュースに入れたり、あとはね、スープなどで活用していただくのもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はクリームチーズを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。